皆さんこんにちは。今日はとあの最近流行ってるバレットジャーナルに対してちょっと話してみたいと思います。バレットジャーナルをよくご存知の方も多いと思うんですけど、最近結構いろんな世界的に使ってる人も多いし、その自分のバレットジャーナルの使い方とか、YouTube でもプランドウィズミみたいな動画で自分が直接使ってるバレットジャーナルを紹介する人たちも結構増えてます。で、私も今日自分が使ってるバレットジャーナル形式の手帳を紹介してみたいと思うんですけど、そのバレットジャーナルを使ってる動画とかブログの情報とか見てみると、結構自分も使ってみたいなと思う反面、このぐらいちょっと美しく可愛く飾ることができなかったら使えないのかなっていうちょっとハードルが高いっていう気分もあると思うんですね。で、実はバレットジャーナルの一番いいところはそういう可愛い手帳を作るっていうことじゃなくて、自分が自分の使い方に合わせて手帳を作り上げるっていう部分だと思うんですよ。なので、私もそういう可愛い手帳とか、絵が上手だったりする方の人間じゃないんで、自分が本当に簡単な自分に必要な部分だけ取って使ってる手帳をちょっとご紹介してみたいと思います。で、私の動画を見てた方はご存知の通り、私普通にトラベラーズノートをものすごく使ってるんですよね。オリジナルサイズもいっぱい使ってるし、こういうちっちゃいパスポートサイズも3冊持ってって、いろんなところで使ってるんですけど、パスポートサイズの場合は結構軽いので、いつも1冊以上は必ず持ち歩いてるんですよ。で、それでいつも手に持ってって記録しやすい部分を取ったりするんですけど、このようにちっちゃいミニ万年筆を刺して一緒に持ち歩いてます。じゃあちょっと見てみます。普通に前はもう普通なマンスリーノート、月間ノートを入れて、普通に日程を取ってるんですけど、今回紹介したのはこのノートですね。で、このノートの場合、このように、まずはマンスリーって言ってって、月の決まっている予定とか、そういう部分を整理するんですけど、これは使おうとしている方は使ってもいいし、別になくてもいいページだと思うんですね。一応は私の場合入れてます。で、例えばこういうふうに使ってるんですけど、ここ貼ってたりはしてるんですけど、これ今回だけやってみました。で、10月までは、実はこういう風に日付を直接、自分で書いてって、色だけ変えて、使ってたんですけど、一回10月に使う時に間違ったんですよ、ここの部分を。で、それでどうしようかなと思ってて、修正テープだったりすると万年筆で書いたので、ちょっとややこしいなと思って、一回こういう風に、これポストイット、付箋ですね。100均で売ってるクラフト材質の付箋です。で、そこに書いて、もうちぎって貼ってみたら、意外と悪くないなと思って11月はこういう形でやってみました。はい。この部分はどういう形でもいいと思うんですけど、私は基本的に1ページに1日を使う風に使ってますので、日曜からこういう風に7日間使っていって、だったらちょっと1ページがちょっと合わないんですよね。で、この部分に一番前のページにその週の目標とか、だから例えば今この週ですよっていうところと11月ですっていう表示と、ここにはゴールって書いてって、今週の目標みたいな、で今週に終わらせたい、そういう部分をちょっと書いてってチェックをするようにしてます。で、基本的にそういう本当に簡単ですよ。で、1日1ページ、そして方眼ノートに書いてって、1行ずつ書き上げる。で、そこに前の記号なんですけど、この記号は自分が決めればいいですね。自分が
もう慣れている記号とか、こうしたら分かりやすいっていう記号でしていいと思います。で、私の場合はこうなんか X を×をすると、このことをもうクリアしましたよ、もう終わりましたよっていう感じで使っていて、10でしたら進行中ですっていう意味ですね。で、こういうふうにこう線で引いて書いたら、これは普通のメモです。で、記憶したいとかメモを取りたい部分はこうやって普通に書いてて、もう丸になってるのは日程ですね。で、この時間にこれは日程さ、予定されてますよっていうふうに、本当に思考の流れそのままでバババッとこうずっと書き上げるものなので、本当に楽ですね。特に何かを整理したい、何か時間軸で整理しないといけないとか、なんかこうカテゴリーごとにこう片付けないといけないっていうノートじゃなくて、本当にちっちゃくて持ち歩いてるノートなので、そういう形で使ってるのでものすごく楽なんですよね。で、そこで、実は前にはこのところに、記号のところに手でも四角をかけて使っていたんですけど、意外とこういうふうに同じ形で大きさで整理するとすごく綺麗にまとまったので、最近使ってるのがこういうテンプレートですね。これはほぼ日手帳のグッズとして売ってるテンプレートです。多分300いくらか400いくらだったと思うんですけど、ここで、ほぼ日手帳は基本、4ミリ方眼ノートなんですね。なので、ここのなんかこうテンプレートのところにも4ミリごとにこうかけてて、こういうふうにバレットジャーナル用のこういう四角ももう完全に装備されてるんですよ。なので、ほぼ日手帳でこれを使うのはすごく楽なんですけど、普通の方眼ノートで5ミリ方眼なんですよね。で、ここに4ミリにいっぱいに入れてる四角もあるので、結構それ4ミリの四角を5ミリ方眼で結構こう書いて使ったら意外と結構いけたんですね。すごく綺麗にまとめている感じなので、こういう風に日程を書きながらそこになんかチェックしとけば、終わった後にここにX とかもう延期とかいろんなチェックができる、そういう形になります。で、結構それでちっちゃいのでここに入れてよく持ち歩いて使います。で、バレットジャーナル用のスタンプとかなんかグッズも結構出てるので、それを使われる方もいますし、私もスタンプすごく好きなので結構いろんなところでスタンプ使ってるんですけど、その場合はいつもここにスタンプを持ち歩きながらこう取るのも難しいので、結構こういうなんていうか持ち歩くその手帳だとしたら、こういうテンプレートっていう点もすごくいいなと思ってます。ほぼ日手帳グッズ以外にもいろんな商品が出てるので、とかHC とかのようなそのウェブページで、グローバルなウェブページでもいろんな形のバレットジャーナル用のテンプレートを売っているので、ステンシールって検索すれば出てくると思うんですけど、でいろんなものがあるので、普通に私たちがもう絵が上手だったり、いろいろなんかこう作り上げるのが上手な人じゃなくても、なんかこう簡単にその自分なりの自分に合わせた手帳を作り上げるのもできるっていうことなので、ぜひそういう部分を紹介してみたかったんですね。はい、バレットジャーナルっていうのが特殊な人たちとか、本当になんか複雑な構造じゃなくて、自分に合わせて活用すれば全然使えるっていうことを紹介してみたかったんです。それでは次のいいところ、紹介したいところがあるんだったらまた動画としてご紹介するようにします。今日もありがとうございました。